おですこんちこんばんポテトです。ということはですね、ビッグタイムロナウドショータイムはこう育成したらいいんじゃないやっていきたいなと思います。ということで、いやー、投票ビッグタイム来ましたね。ロナウドですよ。いやー、みんながもう待ちに望んだロナウド来ましたね。しかも能力めちゃめちゃいいっすね。これはね、引いておきたい、そんなガチャかなと思いますから、どんな風に育成していったら良いのか、活躍できそうなのか、そのところをね、見ていきたいなと思います。ということで見ていきましょう。まずはロナウドから見ていきましょう。まず比較しながらね、見ていきましょう。過去版のね、ロナウド、ラインブレーカーのロナウドというところで、このロナウドもね、やっぱこう、長くね、使ってる人も結構いるかなと思うんですけど、比べてみるとね、どうですか？パスがね、高かったのは結構特徴的ではありましたが、それ以外のところで言うとね、割と勝ってるかなっていう感じはしてますと。で、タレントポイントも今回のが2ポイント高いという形で、明らかに乗り換え推奨な感じになるかなとは思いますかね。サイドで使うんだったらこっちかもしれないけど、サイドで使うよりは、真ん中で使いたいだろうっていうところだと思うので、そういった意味では今回のが良いのかなとは思いますけどね。で、もう一人、スアレスですね。やっぱラインブレーカーのフェノメナルフィニッシュ持ちということで、現環境のね、ほぼ最強格かなというところで、スアレスかなというところで持ってきたんですけども、やっぱいいところはね、こういうところとか、パース、そうですね、スアレスの良いところもあるかなと思います。ただですね、スピードとか、あとキック力か、に関しても、ロナウドの方が高くなっているっていうのは結構いいところではあるよね。身長5センチの差か。それにでも、空中戦が戦えるっていうのは大きなところかな。スアレスのね、唯一というか、欠点というかね、気になる部分とかで言うとね、ヘディングの部分がやっぱ大きかったんで、そういった意味ではそこをね、ちゃんと強化されて出てきてくれているというのは、評価いいんじゃないかなと思いますかね。ドリブル能力もね、意外にそんな変わんないですからね。もちろん身長のね、このボールの扱いやすさとかね、コネ感の違いとかはあるとは思うんですけどね。でも、こう見てもロナウドは優秀だなと思っちゃうな。あともう一人ね、ラインブレーカーの、バレットヘッド持ちみたいなところで持ってきたんですけど、ハーランドですね。ハーランドと比べて、これ結構前なんでね、ちょっと能力もあれですけど、こう比べてもね、やっぱ全体的にやっぱロナウドの方が高いかなと。で、ハーランドはね、スピードとか、キック力もね、これ勝ってたりとかするっていうところですね。ここはやっぱハーランドの強さですね。フィジカルとかね。あと、でも、ボディバランスマイナス10、マイナス19。ハーランドこんなにボディバランス少ないのそうなの？こんな低かったっけっていうくらいだけど、そういった意味でもロナウドの方が使いやすさはあるかなっていうところですね。逆回せる最高とかもいいけどね。ということで育成見ていきましょう。まずはですね、こんな形でテントリアタイプにしてみましたという形ですね。もう単純にラインブレイクして、もう自分で決めきる、そんな形かなと思っております。スピードに関してはですね、キック力とかできるだけ上げたかったりとか、あとスタミナかな。これ83でもちょっとね、心もとない感じはするんですけど、ちょっとできるだけ上げたくてここまで上げているというところですね。で、瞬発に関しては、オフェ戦ですね。あとはボディバランス、これでできるだけ1でも高く上げたかったんで、ちょっとできるだけ上げている形になってます。で、キック力96になっていて、ジャンプ力ね、95。で、フィジカルもね、90乗っけているっていう形で、空中専門でもできるし、前でね、前提にちょっとキープとか、そういうこともできるっていうのが非常に魅力的なんじゃないかなと思っております。ここだけ見てもかなり強いよね。で、スキルに関してはダブタ、ワンパ、スルパ、足裏コントロール、この辺があれば良いかなというところですね。ダブタ、ワンパ、スルパ、この辺はちょっと最低限欲しいなと思ってたりはしますかね。なんだかんだ、パスすること、あとはアシストすることっていうの多いかなと思うからね、それぐらいは欲しいかなとは思いますかね。で、あとは、こんな感じで、ちょっとドリブルにね、かなり強めに振っちゃう。これも面白いかなと思いました。フィジカルは85とかにはなりますが、ジャンプは95あるし、その上でね、このドリブル系がね、ちゃんと80、80、85を超えるように、ましてやドリブルとかを90乗っけておけばですね、かなりドリブルのしやすさとか、コネ感とかね、あとは最初のファーストトラップとかをね、しっかりできるっていうのは大きなところなんじゃないかなと思っております。だからラインブレイクだけじゃなくて、ちゃんとドリブルもできるみたいなところは、かなり魅力的ではあるよねっていうところですね。で、ここからもうちょっと癖強いで乗っていくんですけど、今度はね、ちょっとパスに振ってみるって感じかな。ドリブルとかも見た目はね、すごく弱くなっちゃう感じするんだけど、冷静に見ていくとドリブルはね、80、80、85を超えていくんで、最低限のね、ドリブルの使用感っていうのはちゃんと保った上で、パスを80乗っけていくってことで、それなりにね、両足も使えるから、あとキック力もあるんで、それなりにいいパスが供給できるだろうというところで、こういう風にしていく。
っていうところですかね。で、スピードに関しては89あれば90前半とあんま変わらない。瞬発も88あれば90前半と変わらないっていうのは検証で分かってるんで、そういった意味では最低限に削ってパスに振っていくみたいな形も、まあ、ありはありかなと思っているとですね。まあ、これはこれで面白そうだなっていう感じがしている。で、あとここからですね、人類最高到達点育成ですね。まあ、これも面白そうかなと思ってます。ジャンプをね、100まで乗っけているという形ですね。フィジカルもちゃんと90乗っかってるしね。まあ、そんな形になっていますよというところで、で、あとね、キック力も97乗っけてるんですね。なので、まあ、もちろん空中戦もいけるけど、足で持ってもね、どっからでも打てるし、どっからでもヘディングできますみたいな感じにするのは面白いかなと思ってます。もうこのロナウドのこの特徴を最強に活かしきるみたいな感じでやるのも面白いなと思ってたりしますかね。ちょっとドリブル若干最低限までしちゃってるんで、そういった意味ではこんな風にしちゃってですね、スピードをね、最低限まで削ってドリブルのこの88、85を超えてね、最低限の足元のところをキープして最高到達点で、キック力も93万あればね、フェノメナルフィニッシュも生きてくるから、まあそういった意味でこういう風にしていくのも面白いかなと思いますかね。まあいずれにしてもね、ちょっとスタミナが少なめではあるので、まあそれね、ちょっと起用方法っていうのはちょっと気を使ってあげる必要があるかなっていう感じはしてますね。まあカウンターターゲットにするとか、後半ね、スパサブで出すとかね、そういった形のもありかなと思ってます。まあこれだけ見てもかなりロマン溢れて良くない？いや、めっちゃいいなと思いますね。これは欲しいわ。次、ヌーノ・メンデスですね。ヌーノ・メンデス、まあ過去版と比べても、まあ明らかに今回のが強いでしょうねっていうところになっています。てか、ヌーノ・メンデス4センチ低くなったんだね。そういった意味では、まあ、センターバックで使うんだったら過去版だけど、っていう感じにはなるか。まあ、センターバックでいずれにしろ使わないけどね、多分ね。まあ、ロベカルはちょっと癖がね、強すぎちゃって、まあちょっと、でもそれでも、まあ似てるね。似てるけど、まあロベカルがちょっと強すぎるなって感じにはなってるっていうところですかね。まあそんな形になってます。まあだからちょっと比べちゃうと厳しいなって感じ。まああとアクセルバーストっていうのもなかなかね、ちょっと使いづらそうだな。サイドバックでってか思っちゃうな。まあ育成見ていくとこんな感じです。まあサイドバック育成って形になってます。まあドリブルね、ある程度もう特徴なんで高くしちゃって、で、パスは84、まあ88とか超えたかったけどね、なかなか厳しいなって感じだったので、これぐらいに抑えて、ディフェンスセンス80とか超えておけば、まあサイドバックとしてもかなりやれるだろうなっていうところですね。で、スピードに関しては、スピード瞬発に関してはもう特徴なんで、ちゃんとね、活かしてあげた方が良いなと思ったんですけど、まあちょっと他をね、ドリブルとかそういったところを振っていくってなると、結局ですね、そこまで上げないで、まあ95とかをね、6ぶりで95とかになるんで、まあそれぐらいにして、まあスピードにね、振らなくて良くなった分をちょっとドリブルとかパスに振るみたいなイメージになってくるのかなと思いましたね。で、フィジカルは最低限80までを乗っけておけば、それなりにディフェンスはね、まあある程度できるかなって感じはしてます。で、追加スキルに関しては、スルーパス、バックスピンロブ、ブロッカー、エラシコ、まあこの辺はつけてあげてもいいかな。エラシコつけて特殊タブタにしてね、ちょっと攻めてものね、ちょっと特殊感みたいなのを出しながら、特徴みたいなのを活かしながらね、いければ良いかなとは思いましたね。まあただまあこんな感じだとどうだろうね。まあなんか、布面ですじゃなくてもいいかなと思えちゃうなって気もしちゃうなと思ってますね。まああとはできるだけパスに振っていくみたいなのもまあできなくはないかなとは思ってたりはします。であとはもう守備ここねもう振らないでこんな感じにしてもうドリブルとかパスまあこれぐらいの方がちょっと使いやすいかもね。まあサイドバックでもいいし、まあサイドミッドフィルダーとかで、これだったら全然使いやすそうかな。むしろサイドミッドフィルダーの方がいいかな。そんな感じはしてますね。次、ビティーニャですね。ビティーニャ、まあ過去版と比べてもかなり強くはなってるんじゃないかな。で、ビティーニャ結構使いやすいんですよね。172センチで使用感もいいので、ここはかなりいいかなと思ってますね。で、あとはもう一人、まあビジョナリーでプレイメーカーでっていうところで、まあピルロかなと思って比べたんだけど、ピルロはちょっと強すぎたね。まあスピードとかは、あとスタミナとかはね、あれなんだけども、まあちょっと能力高すぎちゃってるなーって感じしてましたね。あとは最近できたところで言うとね、モドリッチに似てるかなと思って持ってきました。モドリッチも身長172センチなんだよね。で、ドリブルとかが、まあある程度高くって、で、パスはモドリッチなんか高いけど、まあディフェンス系とかはね、ビティーナの方が高かったりとかね、そんな感じになってる。いう感じなんで、結構似てるは似てるか。なので、モドリッチ使ってて使用感良かったなって思った人はね、ビティーナも結構いいと思えると思います。まあ、ちょっとどっちかっていうとビティーナの方が能力が高いのかなって感じはしてますけどね。はい、スタミナとかもね、あるのもいいでしょうってところですね。育成見ていきましょう。こんな感じにしていきました。バランスよく、まあ、センターミッドフィルダーとかで使うようなイメージなんですけど、ドリブル系をね、ちゃんとしっかり上げてあげて、パスもね、94まで。で、フライパスも
も90乗っかってるからね、かなり足振りの速いモーションでね、蹴れるっていうのもかなりいいよね。魅力的ではあるよね。で、これかなり強くなっていくな。ディフェンス系も80乗っかってるし、スピードもね、見た目的にも90乗っかっている。で、キック力もちゃんと90乗っかってるのもかなりいいかな。パスにも生きてくるかなって感じだし、まあ、瞬発とかもね、見た目的にも90乗っけて、ボディバランスとかも90乗っかってるから、もうかなりいいよね。バランス取れててかなり強いなって印象ありますね。追加スキルに関してはミドルシュート、ワンタッチシュート、チェイシング、エラシコ、まあこの辺をつけてあげたらかなり生きてくるかなと思いますかね。まあミドルシュート、ワンシューぐらいはちょっと欲しいかな、少なくともって感じはしているというところですかね。まあ、ただね、ちょっとね、フィジカルがちょっと低いんで、もうちょっとディフェンス下げつつ、とかドリブルとかね、この辺下げつつ、フィジカルをね、75まで乗っけてあげる。これもいいかもしんないね。まあこれだったらある程度最低限ね、こうキープ、ドリブルキープ、一瞬のね、ドリブルキープっていうのもできるし、ディフェンスにも生きてくるんで、まあこんな形にするのもありかな。まあ、あとは OMF で使うとかでイメージで言うと、ディフェンスをもう振らないで、こんな感じにしちゃって、まあドリブルとかに振っていく、あとは決定力とかね、カーブとか80乗っかっていくような感じでしていくっていうのもありかもしれない。OMF とか使うぐらいだったら、まあこれぐらいの方が多分使いやすそうかなって感じはしているというところですかね。まあこれは結構しっかり強くなったなって感じはしています。だからまあありはありかなっていうところですかね。あと使用感は絶対いいだろうなって感じはしてるから。いいかなと思っております。はい、というところでいかがだったでしょうか。芋予報をやっていきたいなと思うんですけども、今回ズバリですね、晴れ、雨、曇りのち雨です。まあ、ロナウドに関してはね、これはね、強い。普通に強いし、この特殊スキル、まあ、フェノミナルとバレットっていうのが結構嬉しいなって感じはしているし、あとはその特徴をちゃんと活かせる能力になってるっていうのがかなり良かったかな。あとはクイロナっていうところもあるので、みんな使うだろうな、引くだろうな、みたいな思ったので、晴れにしております。まあ、ちょっと長い、まあどうだろうね。少なくともある程度は疲れるんじゃないかなと思っておりますね。まあちょっと大型アップデート何が来るかって言われたらね、なんとも言えないけど、まあただ、まあそれでも結構上位に食い込んでくるでしょうなと思うけどね。だし、まあ、さっきいろいろエクセ見たみたいに、結構いろんな方向に触れるのもいいかなと思っております。で、まあ、それに対して、まあ、ちょっとね、布面ですとかは、ちょっと厳しいなって感じはしている。まあ、ちょっと特徴はなかなかね、活かせないというかね、他で賄えちゃうなって感じはしちゃうし、ビティーニャに関しては能力はね、しっかり強いなと思ったんですけど、まあ、ある程度使われつつ、まあ、でも、もう長い期間残りはしなそうな気はしているというところですかね。まあ、さっき言ったピルとかね、ああいうのを見ちゃうとね、なかなかそんな感じはしているというところです。はい、というところでいかがだったでしょうか。いや、今回のはね、面白いんで、まあ、ちょっとね、どうだろう。まあ、めちゃめちゃ節約したい、どうもお金なくてっていう人は、まあ、もちろんね、まあ、引かなくても、まあ、大型アップデをね、ちょっと期待してね、引かないっていうのも全然ありなのかなとは思いますが、まあ、ロナウドをね、これ、まあ、どうだろうね、ちょっと、個人的にはね、ちょっとおすすめですかね、美課金でも。結局、ああいうで何でもできるタイプっていうのかな。は、やっぱ長生きしそうな気するんだよね。まあ、フリットとかしっかりね、そんな形で結構長生きしそうな気はしてるんだよなと思っておりますね。やっぱスアレスとかも強いなと思うけど、やっぱちょっとしたとこでね、ヘディング、なんかこれヘディングついてたらなとか思ったりする瞬間はやっぱあったりするからね。まあそう思うとね、とは思ってしまいますというところですね。はい、ということでいかがだったでしょうか。皆さんのおすすめの育成もあったらぜひコメントで教えてください。ということで、この動画良かった、参考になった、面白かったなと思った方で、高評価、チャンネル登録してあげると嬉しいです。ということで、今日の動画はこれで終わりたいなと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。